松田さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日はですね、5月の22、23で開かれた関西ランフェスタ、それに行ったんですよ。それの報告をしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ですね、宮崎から22日、5月22日カウフェリーに乗りまして、で23日の朝神戸に着きました。で23日の夜の船で帰るというコースなんですよね。で今回は、癒し工房苔玉のサポーターの方、いつも店を手伝ってくれる方3人と一緒に合計4人で行ってきました。はい。船の中もですね、私が5月23日が誕生日なんで誕生パーティーをしていただいてですね、それもサポーターの方が手作りのお弁当を作っていただいて、大宴会をさせてもらいました。はい、65になるんですけど、いい誕生日をしていただきました。どうもありがとうございました。はい、で神戸ではですね、もう行ってから、会場がですね10時からなんですよ。で着いたのが8時前だったんで、じゃあちょっといろいろ散歩しようかということで、メリケンパークとか、そういうところに行きまして、外歩きました。で10時までどこそこ行ってですね、見て、で最後の方はですねちょっとお茶もしまして、はい、神戸の方をいっぱい歩きました。トータルですね3万歩ぐらい歩いたんですよね。会場はですね神戸駅の近くにありまして、もう本当神戸駅から歩いてもう 1,2 分のところにありましてですね、規模もですね、1箇所にこう広いスペースがあって、その中で行われたっていうような感じですね。で展示コーナーと展示販売コーナーというのがあって、すごくたくさんいいのが並んでおりました。で今回はですね、私も一応テーマを決めまして、店作りっていうか、その商品のヒントをちょっと探しに行ったんですよね。で、結構ですね、インスタにも出したんですけど、着生卵の板付けというのも結構ありましてですね、そういうのも参考になって良かったかなと思います。仕入れの方もですねしてきまして、結構面白いのがありまして、で買ってきました。ナゴランっていうのもあってですね、ナゴランちょうどつぼみのやつもあって、はい、買ってきました。はい。で店に持って帰ったらすぐ売れても半分ぐらいなくなってたというところですね。世界ランテに来ていた業者とかが結構一緒の方が多くてですね、時期にあったこの時期にしか咲かない花とかもありました。タイからも業者が来ておりまして、そこもですね、ちょっと面白いのがあって、ちょうど親木にはいいかなと思いまして、何品か買ったところですね。会場ではですね、何時ぐらい10時ちょっと過ぎに行って、一回昼ご飯をですね、神戸の元町の方の中華街に行って、もういろんなところがあってどこに行くか迷ったんですけど、結構お手頃な値段で美味しいのが食べられたというところですね。はい。それとですね、さっき3万歩と言いましたけど、三宮から元町から神戸っていう駅がつながっているんですけど、ずっと商店街がつながっているんですよね。はい。で三宮からずっと歩いて元町神戸まで歩けるコースで散策としても面白いかなと思います。そういうところで楽しい研修ができたと思っております。はい。また来年も開かれると思いますので、店に帰ったらですね、その神戸の話したら、僕たちも行きたいわというお客さんもおってですね、こんなツアーを組まなくちゃいけないかというような感じで、考えております。はい。みんなラン好きな方はですね、一回行ってみたいわという方もおられまして、でなかなか時間が取れないという方もおりますけれども、宮崎の場合はですねカーフェリーが出ておりまして、宮崎からちょうど神戸の港まで直通で行って神戸駅というところであって、少しちょっと歩くかなと思っております。はい、そういうところで、便利ですね。で帰りはですね、23日の、7時10分ぐらいの発だったんですけども、三宮に買い出しに行きまして船のビュッフェもあったんですけど、買い出してみんな好きなものを食べたいものを買って船の中で宴会してという形でこう帰ってきました。で研修は無事に終わったというところなんですけれども、好きな方はもう本当に1日じゃ足りないぐらいの量もあったんで、1回行ってみられるといいかなと思います。来年も開催されると思いますので、ぜひ皆さんも行ってみてください。竹葉蘭、竹の葉っぱのデンドロビウムですね、竹葉石黒とかいうのもあるんですけど、そういうのもあって
でも冬入り場で花が結構咲いてたんですけど、ちょっと高くてですね、でも香りは良くて、いいかなと思っております。でも冬入りの葉っぱじゃなくても、普通の葉っぱでもですね、きれいに咲いて、いい匂いもしますんで、竹葉蘭はいいのかなと思っております。向こうで苗はないんですかって聞いたら、もう苗はないよっていうことだったんで、竹葉蘭はうちでちょっと増やしてみようかなと思っております。でも増やし方がですね、なかなか発芽の率が悪いんで、今年はもうちょっといろんな方法で、増やしてみようかなというところで考えております。去年はですね、高めっていうか高めになりそうなところを20鉢ぐらいちょっと、土に植えてみたんです。培養土植えてみたんですけど、発根率が悪いんですよね。で、2、3個しかつかなかったんです。でもその去年植えて発根させたやつがもう今年咲きましてですね、結構開花率はいいのかなと思って、おります。皆さんもですね、近くに竹葉蘭が竹葉石梢とかも言いますけど、近くにあったらぜひもうお買い求めいただいて、香りを嗅いでいただくといいかなと思います。黄色い花でたくさん花が咲くんですけども、もう香りが特にいいと思います。あんまり強くなくて、本当に上品な香りがしますんで、店に来てうちの店に来てもらった方にもですね、皆さんに嗅いでもらったんですけど、好評ですね。上品な香りがするねということで人気がありました。でもなかなか売ってないんで、蘭店とか近くのお店、山野草さんなんかで売っているんであればですね、一つ買っていただいて、香りも楽しんでもらうといいかなと思っています。私も苗を今年頑張って作りたいと思うんですけど、何せ時間がちょっとかかるんで、1年、2、3年にしないとちょっと完璧な商品できないかなと思っておりますけど、それももうちょっと増やすリストとして今作っておりますんで、頑張って作っていきたいなと思っております。デンドロビアの高芽が結構出ているんですよ。でそれもですね、その作り方とか映像で出したいなと思っていたんですけれども、それと去年作ったやつ、おととし作ったやつがどういうふうになっているかっていうやつもまた機会があればですね、お知らせしたいなと思っております。で去年ですね、プリズムというやつですね、浜名レイクプリズム、今たくさん増やしているんですけども、普通の背後系に去年咲かなかったバルブを伏せていたんですよね。そしたら結構高芽が出たんで、それも秋に1回取ったやつにですね、またその後に小さい芽が出て今も取れたという状態なんですけど、そういうのもですね紹介していきたいなと思っております。ちょっと物があるからちょっとお見せしましょうか。これが去年花が咲かなかったやつをちょっと背後系に伏せてみたんですけど、バルブ伏せってやつですね。これがですね、バルブです。バルブ伏せして根が出たやつです。こんな感じで根が出ますからね。で本当はこの秋にもう一回取ったんですよ。その後に小さい芽が出たんで、それを残していったらこんな感じになったという。2回目ってこと？ 2 回目です。これはね結構発根率がいいのかなと。それプリズムの特徴ってことですか？よくはつかめてないけど、高芽が出やすいっていう感じですね。こんな苗ができたらもうね。でこれを苔玉にして今板付けしてるのが来年仕上がってるのが結構できるんで、面白いのできるかなと思います。皆さんもバルブ伏せっていうのもできるんで、やってみられていいかなと思います。あんまり遅いとダメですね。もう花子にした方がいいかなと思います。これはですね、さっき花がついてなかったやつというのも言いましたけれども、花がついたやつも出る場合があるんですよ。これも花がちょっとついたやつも入れたんですけど、伏せてみたんですけど、結構ついたということですよね。これもですね、花がついたやつをちょっと切って伏せていたら、やっぱ花がなかったところにもバルブができるという、高芽ができるというところで、こんなやり方もありかな。でも
咲いたバルブはですね残しておいて株に体力をつけるというのが基本なんで、私は増やす目的があったんである程度思い切って切ったところですね。きれいな株をちゃんと作りたいという方はあんまり無理して、花後にすぐバルブを切る必要はないと思います。増やす目的があればまた別ですけれども、そこを考えて切られたらいいかなと思います。本当は今年咲いたやつは切らない方が本当はいいです。私は増やす目的で切ったっていうことがありますんで、でも切ったやつもある程度新しいバルブができてきて、きれいになってきておりました。はい、推奨するわけじゃないけど、そういったことも、あるなという感じですね。これもちょっと花がついたやつですからね。こんな感じ。花がついたバルブから高めが取れたらいいですよね。でもこれも種類によると思います。で普通の園芸品種は難しいかなというところがありますね。これは結局日本の、石黒系がかかっているのかどうか、その辺もあって種類によって高めの出方が違うというのも一つあるかなと思います。全部が全部こういう形にはいかないかなと思っておりますので、ヘルコグラスサムの子供のアイシスっていうやつも結構出ましたね。それも石膏がかかってるんでしょうからバルブ伏せができやすいのかなと思っております。他の業者の方もバルブ伏せ結構しておられたんで、私もちょっとその真似をしてっていうことでやってみたらこんな感じになったということですね。はい、バルブ伏せも皆さん挑戦してみてください。それとですね、これ、サーフウッド漬けの浜名レイクプリズムです。はい、兄弟同じ時期につけました。でこっちはもうたくさん花芽がついたんですけど、こっちはですね花芽が全部飛んでしまって全部高めになったっていう感じなんですよ。で水やりは大体同じようにやっていたんですけど、こういうこともありますんで、はい、今年花がつかなかったわっていう方もおられますけど、その場合高めも出ます。こうなってきたらですね、逆に考えれば高めいっぱい出て苗いっぱいできそうっていうことも考えられますんで、皆さんいい方に考えてですね、これもですね高めが2、4、6、20、30個ぐらいできているんですよね。はい、苗いっぱいできるぞと思っておりますけどね、はい、いっぱい高めになりました。で下からもですねバルブが出ているんで、はい、来年ですね、再来年のバルブが出ているんでいい感じでもう太ってくれるのかなと思います。吉永林業さんの気心のサーフウッド漬け、はい、どんどん毎年良くなっていくんじゃないかと思うんですよね、ボリュームが、はい、バランスがいいですね。そうですね、そうで花も結構こっちは咲いてくれましたからね、はい、プリズムは花つきがいいんですよね。花つきがいいですよね。でたくさん今この高めがいっぱいできたんで今たくさん作っております。来年ぐらいから紹介できると思います。これはですね去年の春に取った高めを板につけたやつですね、浜名レイクプリズムです。こんな感じで育っていきますからね、もう来年は結構花つくと思うんですよ。でこれの兄弟もですね今年花がついたやつがありますんで、もう花がついたやつ全部売れてしまったんですけど、こういう感じで高めをですね灰苔でくるんで、それで板につけただけです。それもアルミ線で、後ろで結んだだけでこれで根がつきますからね。でもですねこれつける時期としてはもう早い方がいいんです。できればもう4月ぐらいに高めができていたんだったらもう4月5月が一番いいですね。できれば梅雨前にやるのが一番いいんですけど、これはバルブ伏せで作った苗じゃなくて普通に苗物からできたやつ、高めをつけたやつですね。こんな感じでできます。高めをつけただけで高めにも高めつきましてですねはい、もうネズミ算式で増えるんじゃないですか結構高めができておりて、これももうちょっと根が伸びたら、はい、また苗を作ろうかなと思っていますね。でも板付けにした場合には乾きが早いんですよ。ですからもう晴れた日にはもう朝晩ぐらい今から水やっていいのかなと思っています。でちゃんと肥料もやることが大事です。7月までですね、肥料をやってちゃんと水やれば太ってきますから。苔玉の板付けもですね、苔玉も本当乾きが早いんで、9月まではもうあんまりカラカラに乾かさないように水をあげてください。その方が太ります。はい、
今ですねちょうどファイヤーバードが咲いていたんでファイヤーバードですね。で今年はですね、ファイヤーバード結構高め、これにも高めが出たんですよ。こういう感じで高めが出てきますんで、はい、まあ花芽が高めになったんですけども、もう根が出てきて、これもですねもうすぐもうちょっと根が伸びたら鉢植えしようかなと思っているところですね。普通で今頃咲いてきましたね。でこれがファイヤーバードの高芽を作ったやつですね。去年春のうちにできたファイヤーバードの高芽を板漬けにしたやつです。これはですね高芽をやっぱこれ、3本4本取って、でその上にですね、沖縄苔、はい、を乗せて、で、白縄で縛ったという感じですね。将来的に、苔が上に乗ってくるんだろうという想像でしたら、はい、こんな感じで仕上がってくるからですね、まあ、計算通りといえば、まあ、こんな感じで仕上がってきていいのかなと思っております。細葉沖縄苔が白縄の上に浮いてきて、いい感じでこう緑を見せてくれているのかなと思います。でこの兄弟もですね、高めの兄弟も今年咲きました。はい、もう咲いたの ほとんど売れてしまったんですけど、で今年咲かなかった分も来年期待できますし、で新しいですね高めからのバルブも結構しっかりできてきていますから、これもいいのかなと思います。その代わり本当に板漬け、苔玉は乾燥が早いんで、9月まではしっかり水をやってください。もう私もこれから朝晩やろうと思っています。まあ、梅雨に入るからですね、まあ、今は梅雨の時期はあんまりやらないんですけれども、肥料をやってしっかり乾いたら水やるというのが大事になるかなと思います。こんな感じですね、はい、立体的に来年はかっこよくなるんじゃないかと思うんですよね。ファイヤーバードです。イメージ通り。イメージ通り、なんとかこう苔が浮いてきたんで、いい感じかなと思うんですよね。ちょぼちょぼで花が咲けばですね、すごくこう魅力的な花ですんで面白いかなと思います。でこれもですねまあ、花が咲く観葉植物っていうような感じで考えていただければ、はい、今から9月まで成長が見れるし面白いかなと思います。そういう感じで年間を通じて結構面白いんじゃないかと思います。この成長が楽しみですね。この新しいバルブの成長、まあ、そういう感じで今いっぱい育てております。来年ぐらいはですねしっかりした株ができてくると思いますんで、まあ、紹介できるかなと思います。まあ、今年の秋ぐらいからですね、はい、そういうところで今頑張っております。今朝もですね4時に起きて、4時目が覚めてしまって、はい、プリズムのない100株ぐらい植えたからはい、もう朝ですねちょっと目が覚めてしまってですね、早くから動いてるんです。でちょうど高芽もいっぱい今伸びてきてるからですね、はい、普通のガーデンデンドロビーも高芽もいっぱいあるし、キャンディーの方もですね高芽できてきたんで、あれも100鉢ぐらい今苗を作ったところです。まあ、できれば梅雨に入る前にある程度の高芽を植えていきたいなと思っているところですね。で今度ですね、10月にですね神奈川からお客さんが来てくれるということで、どうもありがとうございます。はい、店を片付けないかなと思っているので、まあ、できるだけ、はい、綺麗なものが見れるようにちょっといろいろ工夫していきたいなと思っております。で今、この前ですねサポーターの方と一緒に新しい棚も外に作ってですね、また引っ掛けるところも作って、まあ、梅雨時期に雨が当たるところ場所を増やしてですね、ここで管理していって皆さんにお見せできるようにしたいなと思っているところですね。はい、そういうところで今頑張っております。はい、それとですね今回5月23日私の誕生日ということで、サポーターの方がですね誕生会も開いていただいて、この制服にしたらいいんじゃないかということでシャツもいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回からですね、まあ、こんな感じでこう来てですね、まあ、変なヨレヨレの T シャツじゃなくてこんなの着てちょっと出ようかなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。で、はい、本当にいろんなところからもう来ていただけるようになりましてですね、まあちょっと本当に店もですね皆さんが欲しがるような見てこう綺麗なかっこいいなというようなものをですねどんどん増やしていきたいなと思っております。はい、日々精進してですねこうかっこいいのを作っていきたいなと思っております。先日、はいはい、ファイヤーバード
発送しましたよね。はいはい。なんと宮崎市の方ね、近くですからね。ね、ちょっとまあ花見にも、そう、はい、来ていただければと思ってます。ガーデンデンドロと、ファイヤーバードを、はい、お送りした方から連絡来ました。はい、午前中デンドロビウムが届きました、はいはい、花なしと聞いていましたが、ファイヤーバードには鮮やかなオレンジの花が数輪残っておりラッキーです。ありがとうございます。また両株ともに高芽が出ておりますので、高芽で苗作りをする予定です。ありがとうございましたってことです。こちらこそありがとうございます。はい、ぜひですね、店の方にも来ていただいてですね、見ていただけるといいかなと思います。はい、まあいろいろ多分勉強されている方だと思うんですよね。ファイヤーバードが日本で作り出されたっていうことも知っておられましたですね。そうですね。はい、まあ今回もですね、結構珍しいものが咲き始めたんで、はい、皆さん近くの方はですね来ていただいて、見てもらうといいかなと思います。リンドレーの本もですね、ようやくうちのもう無感っていうか、そうあんまりこう温度をかけないところに置いてたリンドレーもやっと花芽が伸びてきましたんで、そこへもうちょっと楽しめるかなと思いますね。で6月4号でまた東京に行きますんで、はい、東京の池袋のサンシャインシティで行われるラン展にちょっと行って、またそこでも勉強してこようかなと思います。東京近郊の方もしよかったら、もしおられたらですね、声かけをもしていただければ、はい、嬉しいです。はい、これはですねリンドレなんですよね。今年もですね親株としてこう仕入れたやつです。はい、これは温度がかかっている部屋で育てられているんで、もう花がこんな状態なんですけども、はい、やはり綺麗ですよね。綺麗ですよね。はい、花自体はそんな長くはないんですけど、まあ、これの花芽が伸びる段階とか膨らんでいる段階とか、まあ、そういうのも楽しめるんで、いいかなと思います。で結構丈夫です。はい、うちのやつもですね、もうほとんど12月1月はほとんど水をやらない状態で過ごしていたけど、今ちゃんとバルブもですね張りが出てきましたんでいいかなと思います。こんな感じで、はい、立派ですね。房の数が多いですよね。多いですよね。でうちのやつで去年植え替えしたんで、ちょっと花がちょっと少ないような気もするんですよね。でも今からまたいっぱい出てくるのかもしれないけど、まあそこら辺は今様子見でこうやっております。はい、でも去年5月6月に全部植え替えしたんで、やっと根がちょっと張ってきたっていうところなんで、まあ、今後 1,2 年が楽しみかなと思っております。まあ、今年咲かなくてもバルブとか根っこが成長が見れるんで、まあ、それもいいのかなと思っております。まあ、最終的に仕上がりがこれぐらいになればいいのかなと思っておりますので、ぜひ皆さんもリンドレー挑戦してみてください。これちなみに非売品ですか？非売品じゃないですね。そうですか。これは欲しい方はでもこんなもうほとんど7分咲きぐらいになってるん で、花自体はそんな長くないからですね。まあ、そこら辺は了承の上、もし欲しい方はまた問い合わせしていただければですね。親株で残すんでない？いや、これも全部分解します。分解してます。手頃なリーズナブルなちょっと苗をちょっと作りたいなと思ってるので、これを、はい、10個ぐらいに分けてリーズナブルなやつをちょっと作ろうかなと思っているところです。まあ株分けに関してはあんまり細かく分けない方がいいということなので、まあ割り方を見てですね、ちょっと考えてみようかなと思っております。はい、これはですね5年ぐらいちょっと植え替えを多分されなかったという株なんで、もうこれぐらいのバリバリのやつができておりますけれども、はい、これでも5年かかりますからですよね。ちょっと時間をかけていいのを作るというのも私も目標ですんで、こんなやつと将来的には仕上げていきたいなと思っております。これがアダストラビッグリップです。アフェレムよりやはり濃いですよね。濃いですね。でこれもですね、もうこの製品が最後です。もう全部売れてしまって、で今これからできた高芽を今作っているところですね。はい、これで、1年目2年目3年目4年目になりますかね。はい、ちょっと時間かかるけど、もう苗がないということなんで、もう自分で作るしかない。今2、30鉢は苗がちょっとできているんで、まあ、それをちょっとずつ大きくしていこうかなと思っております。高芽が出ないけど、これは結構高芽で出てるんですね。今年ちゃんと太らせて来年花咲かせようかなと思っているところです。これがですね珍しいデンドロビウムのギブソニーというやつですね。黄色がすごく特徴的でして、リップにですね薄毛のようなこう生えてるんですよね。むっちゃ綺麗ですよ。はい、でこれはですね、趣味家の方がですね何十年か育てられて、
ちょっとお年でこう放出されたっていうやつなんで、やっと手に入ったというところですね。はい。ここまでするには相当な時間もかかったでしょうし、大変だったのかと思います。私も年が足らないんで、もう出来上がってあるやつをですね、買わせていただいて、もう楽しんだ方がいいかなというところでおります。皆さんもですね、店に今こう飾っておりますんで、一応ですね見ていただいて、このデンドロビウムギブソニーを一緒にシェアしていただければですねいいかなと。もう花見だけでも来ていただければですね、こういうの珍しいのがあるんで来てもらいたいかなと思っております。咲き方に特徴ありますよね。本当に房咲きみたいな形になってるし、ランテンでもこういったのあんまり見ないんで、結構大型だからですね、飾る場所も必要でしょうし、いい親株をこう紹介してもらったかなと思っております。ちょっと努力してこう増やしてみようかなと思っておりますね。デンドロビウムギブソニーっていうやつですね。結構大型ですね。バルブがこう立ち上がってもいいし、もう50センチ、60センチのバルブになっていくんで。はい、これがですね、黄色のファミリーですね。ファミリーって結構ピンクじゃないかなと思っていたんですけど、黄色のファミリー珍しいんじゃないかと思います。これも趣味家の方が何十年か育てておられたのを放出されてですね、それが運よく私の手にこう入ったというやつですね。はい、いやこれは綺麗ですよ。はい、電子フローラムとちょっと違った感じですもんね。はい、こういう感じです。今回は2房花が咲いてくれてですね、イエローファミリー、なんかスペシャルとか書いてありますね。なかなかこういうのは趣味家の方じゃないと持ってないと思うんですよ。で、そういう方が放出されるとか、そういった機械じゃないと手に入らないんで、貴重な品種になるんじゃないかなと思うんですよね。癒し昆布のマイコレクションの一つになって、はい、大事に育てていきたいなと思っていますね。これがビフレナリアハリソニエっていうやつですね。香りがいいのが特徴なんですよね。で、なかなかこれもですね花が咲かせにくいということも言われています。で、うちもですね結構いっぱい仕入れたんですけど、もう4分の1、3分の1ぐらいが花が咲かなかったところもあります。はい、そこら辺でちょっと気難しい花の一つになるかなとは思います。でも今年咲かなくても来年こう株がしっかりできますんで、そこら辺はいろいろ挑戦してみてください。ビフレナリアはですね、これも私水切ったんで12月と1月ほとんど水やらなかった状態でした。はい、で花つきをよくしようかなと思ってたところですけど、やはりそういう管理をしてもですねやっぱ咲かない部分はありますから、そこへは、ちょっと難しいところが少しあるのかなと思っています。確実に 100% こう同じような株から株でも咲かないということもありますんで、そこら辺は来年咲かせるということで、挑戦してみてください。こんな感じでバルブがしっかりしております。で、香りがいいということです。でもちょっとボリュームが大きいんですよね。やはり株元でこう咲くからですね、ちょっと高めに上げて見せようかなと思ってこういう感じで作ってはみたんですよね。来年株立ちになればちょっと見事になるかなと思うところですね。こういう感じ。今バルブが新しいバルブが出てきようとしてますから、これをうまく9月までに太らせることが大事になりますんで、この辺ですね。これはビフレナリアですけど、セロジネもですね同じようなバルブなんで、それも今肥料と水をやって9月までにちゃんと新しいバルブを太らせることが大事になってきますんで、そこは皆さん水やりとか頑張ってください。これはビフレナリアハリソニーですね。バナナのような感じのバルブだということですよね。すごく硬いです。ここに水を溜めるんですよね。で、そのビフレナリアについたコメントです。いつものジャッキーさんです。いつもありがとうございます。宮崎植木市で購入させてもらったこの子が、軽石漬け、作りました。たくさん花を咲かせています。よかった。愛らしくて日々癒されてますということです。あ
ありがとうございます。ブラジルの岩場に生えてるっていうことなんで、はい、それもちょっとイメージして軽石漬けとかをしてですね、見たところです。それをジャッキーさん買っていただいてありがとうございます。はい、いつも松浦さんの動画にはコメントがついております。でこれはですね、結構今から根っこも出てくるんで、軽石外にはみ出すぐらいの根っこが動いてくれるのも一つ面白いかなと思っておりますね。頑張って水と肥料をやっていただいて、こう根っこを夏は鑑賞してください。いつもありがとうございます。応援していただいて。これがネオルージュってやつですね。ネオルージュクリアとの兄弟です。これもですね、ちょっと大きい株があったんですけど、そっちの方は全部売れて、この株しかありませんでした。去年苗を入れて、こんな感じでしかちょっと咲かなかったと。もうちょっと株を作ればいっぱい咲いてくれると思います。今この苗を作っています。はい。何本か高めができたやつで作っておりますので、来年ぐらいからちょっと紹介できるかなと思います。はい、やっぱり色の濃いの方がいいという方もおられてですね、はい、もうこっちの大きい株全部売れてしまったということです。でもネオルージュクリアの方もですね、花つきがいいということで、もう花が咲いてきたらもうほとんど売れてしまって、これもですねバルブ伏せをしようかなと思っています。でないと次の苗がないんですよ。はい、だんだんに作っておかないともう、なかなかこれを注文してももうないという時代になってきてるんで、あとは、自分で親が買って増やすしかないかなと思っていますんで、そこで、1年2年かかるかもしれんけど、そこはやっておかないと次がないかなと思っておりますので、頑張って増やしておきます。はい。そのネオルージュクリアにまたジャッキーさんと松本さんがコメントくれてます。はい、松本さんは薄紫が綺麗ですねっていう。はい、綺麗なんですよ。綺麗ですよね。はい。意外と花いっぱい咲いてくれて結構丈夫なんで作りやすいからいいかなと思いますね。親に中国内緒原産のヘルコグラスサムっていうのがかかってるんで、ある程度丈夫なんですよね。こんなバルブ、今年咲かなかったバルブもですね、ちょっと増やす目的で一回切って、バルブ伏せをちょっとしようかなと思っております。はい、あともう一人、いつものジャッキーさん。はい、ありがとうございます。川南町で購入した板漬け満開です。この種はめっちゃ花つきがいいのですね。嬉しいですということです。ありがとうございます。いつももういっぱいいろんなの買っていただいてありがとうございます。これはいいかなと思いますね。花つきいいし、いい感じでこう育ってくれるんじゃないかと思います。で、新しいバルも結構出てるからですね。育てやすいのかなと思っておりますので、はい、ジャッキーさんぜひ増やしてみてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、でもう一つコメント紹介します。響きですね。花の時期はいつ頃ですか。昨年9月に満開で買いました。花芽はいつ頃確認できますか。基本的にですね、今から出るんですよ。6月7月が一応開花始めっていう形ですね。ですから今うちのやつも少し花芽が出てきたのもあるんで、今から出ますんで。でその代わりバルブがですね、しっかりこう弾力性があればいいと思います。で冬場ですね、これ結構響きって寒がるんですよ。寒がってバルブがですねこう葉っぱが落ちる場合もあるんで、そこにバルブがしっかりしてればある程度花がつくし、バルブがしっかりしてればもし今年咲かなかったとしても下から新しいバルブが出てきますからね、そこでこう水を切らさないように肥料をやって、頑張って育てることが大事になるかと思います。基本は夏咲きです。でおまけ咲きで秋咲いたり冬咲いたり春咲いたりするんで、でも1回咲けばもう 2,3 ヶ月平気で咲いてるんで、そういう特徴があります。水が好きな植物ですからカラカラにしないようにちゃんと今は肥料をやってください。はい、ありがとうございます。それと私から、ヤシ工房苔玉、丸2年経ちましたよね。そうですね。もう3年目に途中のようですよね。その心境はいかに。ですね、もう本当に YouTube 様のおかげでいろんなところから来ていただいて、もうちょっと店をきれいにしないかなと思ってます。もうちょっとやりたいことが多すぎてですね、もう
朝今日も4時からこう苗作りしたりですね、あとサポートの方に来て今度は種を作ったりとか、もう絶対しなくちゃいけないいいものを作るという方にちょっと今力がちょっといってないんで、本当にいいものを作っていこうと思っているのをいかなくちゃいけないと思っております。ですからある程度うちはですね、鍛えながら育てていいものを締まったやつを作っていこうかなと思っておりますので、そこへも力を入れていきたいと思います。で、いいものから売れていくんですよね。ですから皆さんの欲しがるようなもの、いいものを作るのを目標として頑張っていきたいなと思っています。はい、今度はまた新しい方法をですねちょっと模索しております。ちょっと喋っていいですか。ちょっとカシの木があるんですよね、炭の原料で、炭の原料のカシの木で、この前聞いたらですね、ナゴランとかそういった風蘭とか、そのカシの木につきやすいよということもあるんで、今度はカシの木をちょっと買いに行って、でカシの木を30センチぐらい切って丸まんま、それにちょっとデンドロビウムつけようかなと思って、それのですから金具で釣るんじゃなくて木の棒、カシの木の棒で釣って、引っ掛けるような形にできないかなと、今ちょっと新しい夜な夜な考えてるわけですね。発想ができてですね、時期にやります。来週カシの木を買いに行ってきます。はい、ちょうどお知り合いの方、三郷町の方で備長炭作っている方がおられてですね、そのことを分けてあげるよということだったんで、行ってですね、良さそうなやつをちょっと物色してこようかなと。はい、でも流木は定番であるし、板漬けもあるし、今度はカシの木、漬けをちょっと今年は挑戦しようかなと思っております。はい、店もですね、看板もできて、やっとそこにあるのかという方もおられますんで、花がなくてもですね、もう一応夏場とか秋まで観葉というような形で、花が咲く観葉植物というような形で見れるような形で飾っていきたいなと思っておりますので、また近く撮られた方ですね、ぜひ寄ってみてください。今日もですね、さっき、YouTube の撮影の前に若い女の人が来てましたね。一回寄ってみたかったんですよということで、また来ますからということで、見てもらいました。もう15分ぐらい見て、いいねいいねっていうことで言っていただいておりました。本当にちょっと15線沿いで目指すところにありますんで、もう気兼ねなく寄っていただいて、花見だけでも十分いいんで、私一人で見てるのもったいないんでいろんな植物がぶら下がっておりますんで、看板もですね、結構目立つ黒い看板に赤の文字バッと入れたところで、しっかりしておりますんで、近くに寄って近く通られた方はぜひ寄ってみてください。もちろん花見だけでもいいです。いろんなの飾っておりますんで、ぜひ見るだけでもいいんで、ぜひ来てください。これからもよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。